いうのは面白いものがありますので、本当に感動できます。それではここでですね、ひとりさんから素敵なお話があります。本当に楽しみです。ひとりさん、それではよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもありがとうございました。今日は母の日ですから、うちのお母さんから教わった話をします。普通の母親よりちょっと変わった人だったんですけど、私にとっては本当に、素晴らしい母親でした。でしたって言っちゃいけないんですけど、最高の母親です。私ほとんど学校へ行かなかったんです。それで学校がね嫌いなんです。だから中学しか出てないんですけど、私はもう中学卒業した時にあんな嬉しかったことないですね。この世で一番嬉しかった日は、中学校の卒業式の日ですね。それでろくに学校も行ってないんだから別に卒業式は嬉しい必要もないんですけど、なんかこう毎日サボってると抵抗感というか、何か自分のねで、今日はこれで晴れていかなくていいんだ。それは本当に私にとっては、警察に入ったことはないんだけど、きっと釈放されたらこんな感じするんだろうな。人にあれしろこれしろって言われるのがね嫌いなんです。うちの母親は学校行かない私にいつも「お前は学校向きじゃないから社会に出たら絶対出世するよ」って言うんです。で、人間は何かに向いてるんだ。だからお前ぐらい学校向かないんだから絶対社会向きだって言うんですよ。で、言われると私もそうかなってただ、思ってしまって、母はいつも私に商人になんなさいって、商人はいいよ、商人はね1年で1軒ずつ家建つんだよ、だから商人になんなっていつも言われて、なんとなくそうなのかな。仕事のコツとかね、これをやれば絶対失敗しないよとかいうのをいくつか教えてもらって、うちの母も戦後子供が7人ぐらいいて、父親は一回も働いたことない人だった。私の生きてる範囲内やうちの親父が働いたの見たことなかった。で、男の人が働かなくていいもんだと思ってたの。いや、家がそうだから。それで働き者の奥さんもらうと男の人って毎日旅行してられるんだなっていうのが、うちの感じで、だから女性はすごい働き者だと思ってるんです、私はね。で、うちのおふくろがいつも言ってたのはね、お父さんいつもいないねって言ったら、うちの母はいつも言って、いるとうるさいんだよと。だからお金持たせて旅行行かしてた方がいいんだよ。そんなもんなのかなって、ね、そういう変わった家庭で育って、母はね子供を本当に7人育てちゃって、10年間で家9軒建てたっていうぐらいすごい女傑の人で、めったに口は聞かないんです。忙しいですから、うちは。で、うちのお母さんといつも
白い割烹着って今なくなっちゃったんだけど、割烹着っていうのがあって、前掛けの全身用みたいなやつがあってこう手通して、でうちのお母さんずっといつも白いの着てて、で商店街やなんかで買い物してるおふくろと会うと、目と目が合うとねすぐお財布出すんですよ、うちの親って。それで目と目が合うとお金くれるんですよ。それでそういうもんだと思ってたの。そしたら後になってみたら、お前のことは構ってあげられなくて悪かったねって。だから母親としては仕事が忙しいから、ほらコミュニケーションとかっていうのが取れないからね、会った時にこうお金をくれることでなんか愛情を示してたんだと思うんですよ。それでただ時々一生忘れられないようなことを言ってくれるんです、うちの母っていう人は。小さい時私本ばっかし読んでたから、なんかなりたいものあるかいって言ったから、うちのおふくろに考古学者になりたいんだって言ったら、うちのおふくろがそれはいいねで、その後に何つったかっていうと、でもどんな発見しても所詮過ぎたことだからねって言われたことことだからね、それ言われたら急にねガックッときちゃって、そういえばそうだよねまあ暗黙のうちにうちのおふくろは何つうのかな、まあ俺は商人しか生きられないと思ったんじゃないのかな。それとおふくろが私がこう仕事をその前にずっとこう本読んでいたら、昔の人だから本読むことをね学問するっていうんですよ。ただ私はただ好きだから読んでただけなんだけど、したらうちのおふくろがね本を読み出したらね、今度ね、お前学問するのは知らない人に教えるために本読むんだよ。だから学問しても学問ない人をバカにするためにするんだったらしない方がマシだから、絶対知らない人のことをバカにしちゃダメだよ。それで学問をしても人のことをバカにする人は学問は身につかない人なんだよって。でそういう人は学歴しか身につかない人っているんだよ。だから勉強したら学問が身につくように、誰かの役に立つように勉強しなって言ってくれて、今でもそう思ってます。おふくろに俺は商人になるよ。で商人って本当に楽そうに見えたんです、その時。だって先生は「お前最初英語できないと困るぞ」とか「この方程式できないと困るぞ」とかって言ってるけど、うちのおふくろの生活見てると方程式なんか使ってないし英語も喋ってないんです。本当に「いらっしゃいませ」とか「毎度ありがとうございます」とか、そんなことしか本当に言ってなくて、本当にこう豊かに過ごしてたもんだから、商人っていいなって子供心にね、でお前は商人向きだ向きだって言われてたからね。で後になって考えると、あれはおふくろが俺のことを励ましてたんだな、きっと自信を出して表出してやろうと思って励ましてたんだな。私も10人お弟子さんがいて、今はもっと増えたんだけど、その10人のお弟子さんを見た時も、おふくろだったらどうやって励ますだろうって。だから最近お弟子さんなんかも本書いてくれて、あれ見てると
本当にひとりさんっていい人だなって気がしちゃうんですよ。いや自分でも本当にこの人と友達になりたいなとか時々思っちゃった。これ俺の自分のが言った言葉なんだ。でどうしたらその人が肩の荷が軽くなるかなとか、だからおふくろが学校行きたがんだ俺に学校行けとかいろんなこと言うときっと俺が苦しむと思ったんだと思うんだよね。だからおふくろはお前社会向きだよって言ってくれたんだと今はね思えるんです。それで仕事をこれだけ知ってれば絶対失敗しないんだよっていうのを教えてくれたんで、私がやったことは本当にそれだけなの、で聞きたいでしょ期待しちゃダメだよ。本当に子供に教えたようなことだからね。私16で社会出てったんだけど、その時うちのおふくろから言われた言葉で「お前仕事って難しくないんだよ。で失敗する人と成功する人いるんだけど、例えばラーメン屋さんお前がやるとするよね。やる前まで一生懸命考えてメニューこういうふうにして修行どこでしてってやるけれど、始めたとこがスタートラインなんだよ。でお客さんが来なかったら満足してないんだから、掃除一生懸命するとか笑顔にするとかメニュー変えるとか、ただそれだけでいいんだよ。ところが普通の人はスタートラインに立つまでは一生懸命やるけど、その後本当に何も改善もしないんだよ。だからサラリーマンの人でも入るまで一生懸命やってもそこからダラダラしてたらしょうがないからね。せっかくスタートラインについたんだからそこで頑張ればいいんだよ。でその時おふくろが言ったのは、人生っていうのは右足と左足の代わり番号だったから、今日はこのアイデア出して次このアイデア出して代わり番号やればいいんだよ。だから絶対かけちゃいけないよって、止まってちゃいけないしかけちゃいけない。ただ淡々と歩いてればいいんだ。で私はそれを信じて、淡々と歩く。それから新小岩の商店街の話なんだけど、私の子供の頃に下駄履いてる人いっぱいいたんだ。そしたら下駄がだんだん履かなくなってったら下駄屋さんが潰れていっちゃうんです。だからそういうのを見せながら、お前商人になるんだよ、自分で何やって思っちゃいけないよ、ここの家は自分家が下駄屋だと思ってからずっと下駄売ってんだよ。だから履物屋だと思ったらサンダル売ったり靴売ったりいろんなことできるよね。でどんな時代が変わっても商売がなくなることはないから、お前は商人になりな。うちのおふくろのそのすごいところは、お前は特技がないから何でもできるんだよ。特技があるとそれを生かそうとするでしょ。だけどお前はそういう学校やなんか行ってないから特技というのがないから、一番儲かりそうで時代に合ってることをすればいいんだよ、ね、だからうちのおふくろの褒め方って素晴らしいんです。特技がないからダメだっていうんじゃないんです。できっと特技があったらあったで褒めてくれたと思うんです。で私は特技がなかったもんですから、それ特技がないならこういうふうにしななんて言ってくれて、いつの時代でも売れるものもあるし儲かるものもあるんだよ。だからそれをやりな、諦
商人はね、商いに何でもすればいいんだよ。それと商いって我を捨てる修行なんだよ。だから自分の我を捨てなって。今だったらラーメン屋さんで並んでるとこで大概はこってりラーメンなの。さっぱりラーメンが好きなら家帰って作ればいいんだよ。商人はお客さんに合わせるんだよ。お客さんがお前に合わせることだけは絶対ないよ。時々頑固ラーメンとか書いてあるけど、あれ頑固ラーメンって書いといた方がお客が来るから書いてあるんで、別に親父が頑固だってことじゃないんだよ。だけど頑固な親父とか行かないのよね。だからみんなで商人は我をなくす仕事だよって、今日はねいっぱい喋んなきゃいけなくて、それで商人って私は商人だから商人の話ばっかりしちゃうんだけど、商人ってそれはそれで結構楽しいんです。何が商人で楽しいかっていうとね、やっぱりお客さんが喜んでくれてそれで儲かると楽しいんです。でお金が入ってくると疲れてなくなっちゃうんですよ。不思議なんだけどね、儲かんないとくたぶれるんですよ、だからきっとサラリーマンの方もお給料日はやっぱし何かワクワクするものがあるんじゃないかな。社にはね少しずつアイデア出すと、たった1個のアイデアでもね、メニュー1個作ってもね、こんなことやっても1ヶ月にね1万円利益出そうと思うとね出るんです。でね、これもおふくろに言われたんだけどね、お前1万円に命をかけな、1万円に命かけるんだよ。どういう意味かなと思ったら、1万円って上げていけばいいんだ。1万円なら上げるような知恵がお前だって出るもんなんだよ。誰だって自分のところで出るから。だけどサラリーマンだったらお給料が1万円上がるって1年かかるんだよ。だけど商人だったら毎月出すとちょっと頑張ると5万円ぐらい儲かっちゃうこともあるんですよ。だから一歩一歩、だからその1万円が一歩だと思って足なしなって、母が教えてくれて、ああそんなもんなんだな、じゃあかけなくていいんだって、ずっと立ってるとお前くたぶれるんだよ。歩いてても1時間2時間みんな誰でも歩けるけど、1時間立たしとくと大概貧血で倒れるんだよ。だから小学校の朝礼でもなくバタバタ倒れる人がいたのは立たしとくからで、歩くって止まるが少ないって書くから、とにかく一歩ずつ歩いていけばいいんだよ。サラリーマンの人だったらいいアイデア出したって係長に言って、課長に言ってね、部長に言って社長がうんつってくんなきゃ何もできないの。でも商人は何でもできるじゃない。でいいアイデア出しても社長がうんつった時は部長の手柄になっちゃってて、お褒めの言葉なんかさっともう途中で消えちゃうからね。だから商人はいいよっていうことを母親が私に言ってくれたということですよ。母親は学校にも行けないぐらいの子は勤め人になれないんです。大体朝起きられないからね。だからまあそれだけなのででもおかげさまでなんとか本当に商人でね、一歩足出してたら食べれるようになって、なんかこうやって話聞いてくれる人も出てきて、だから知らない人は私のことすごいカリスマ性があって何があってってこと、私はカリスマ性があるとも思ってないの。ただこの不思議な話がいっぱい好きな人っていっぱいいると思うの。不思議なことって確かに楽しいの。だから私も不思議な話って大好きなの。だけど
私が仕事してきたのがお客さんが喜ぶのはどうしたらいいだろうっていうことで不思議なことをして、あんまり不思議なことをしてお金が出てくることはあってもね、入ってくることってないんじゃないかと思っているんですよ。で、不思議なことはいいんですよ。本当に楽しいしね、夢があるからね。ただうちの母も私がそういうことを好きだからね、あんまりそっちに行かないようにね、自分でも戒めてます。本当に仕事一生懸命やらないといけないんです。だって毎年新製品出さなきゃいけないでしょ。お客さんに喜んでもらわなきゃいけないでしょ。それから全国にいるね、うちの社員の人たちお給料払わなきゃならないでしょ。それから支払いをしないするとね、その支払いでお得意さんも食べてくれるんだよね。それと一生懸命働いて私が税金払うと、その税金で年寄りの人が生きられるんだなとか、道路ができるんだなと思うと、金土ってね、結構ね役に立ってんだなと思うとワクワクするんだよね。なんかいいことしてるような気がするのね。で、いい仕事選んだと思ってるんです。それで今日なんかいつものペースで喋れなくて申し訳ないんだけど、最近いろんなことをもっと勉強したいっていう人が私のところに来てくれるんですよ。で、本当にそういうのはありがたいんだけど、自分としてはもう今仕事をしてるとたまにテープ入れてね、これ聞いてとかそういうことはできるんだけど、私もおふくろに教わったことを信じていまだに歩いてるぐらいだから、本当に大したことって教えられないんです。ただ一歩一歩歩くんだよぐらいのことは教えられるんだけど、いろんなことを教えられないし、もし本気でねいろんなこと勉強したいんだって言うんだとしたら、日本ってね素晴らしい先生たちっているんです。で、そういう人はプロだから私が話すよりねうまいし筋道通ってるしね、素晴らしい人いっぱいいるんです。私がこの人尊敬してて結構好きだなっていうのがこの中で小林正観さんって知ってる人いるかな。いるね。ありがとうございます。で、この人はね本当に不思議な話楽しくね教えてくれるんです。それから船井幸雄さんって知ってるかな。はい。で、この人はかなり難しい話を理論的に分かりやすくしてくれるんですよ。それで立花大慶先生って知ってる人いるかな。で、この人はね学校の先生なんだけどすごくね不思議な話を格調高くしてくれるっていうかね。で、私の自分なりの判断で自分の話と向こうと聞いてるとどう考えても向こうの方がいいんだよね。いや本当なの。だって私たちは商人だからね、商人がしゃべれる話になったら高知れてんです。もううちのおふくろに教わったことの延長だからね。それで3人の方って今教えた3人の方ってどなたが一番いいんですかっていうとね、精神論やってる人ってね大体証言の仕方は全部違うんだけど、教えてることは愛情なんです。愛情で、もう愛情っていう山みたいなのがあってどっから登っていくかっていう自分の証言の仕方で一生懸命教えてくれてるんですよね。で、
それこそ本当に釈迦の話からキリストの話からね、孔子老子、そういう人の話からそういうのを取って現代的に訳して分かりやすく教えてくれてるんです。それでだいぶもう30年近く経つんだけどね、釈迦の誤解っていうのがあって、それをある人が私に教えてくれたことがある。それが愚痴とか泣き言とかね、今でいう否定的な言葉なんだけど、そういうその言葉を言ってたら地獄落っこちるよって。で、私は本当にそれが原型なんだったと。悪口とか文句とかね、心配事とかさ、そういうことを言ってちゃいけないよ。それと反対にありがとうとか感謝してますとかね、私はついてるってことが大好きだからついてる、一番いけないついてないって言っちゃいけないよとか、はるか昔に肯定語として英語みたいのを教えてくれた人がいて、そしたら最初に紹介した小林正山先生っていうの本を久しぶりに読んだらね、ずっとその基本のことを教えてるんです。でね、ずっと教えるって大変なので、正観先生すごい年間300回講演会するんですよ。私なんか月に1回だってその時声が出なかったらどうしようとかいろいろ考えるんだけど、本当なの。講演ってね、今ね、エンジェルちゃん来てくれてて、時々静岡で講演会やってくださいって言うんだけど、その講演会行くとね、北海道とか沖縄からね来て聞いてくれるんだよね。そうするとね、休むことも病気することもできないんです。で、しなきゃいいんですけど、病気も何もね、それだけなんだけど、年間300回基本を崩さずにずっとやってる人ってね、すごいんですよ。本当にハンマーで頭叩かれたぐらいね、すごい人が世の中にいるもんだなって、私を感心して、だったら私もなんか多少の手伝いできないかなっていうんで、お前つやっぱ49って花井さんの後ろのテープにね、天国行きの言葉、それから地獄行きの言葉、それから私人相やるから人相的に見て顔に艶出さなきゃいけないよっていうのと、それからこう光もつける、光もつけるとね、別に信じなくていいんだけど、光もつけると貧乏神が寄ってこない、魔除けになる。で私は信じてんだよね。それで昔の王様でも本当にキラキラしてたっていうのはね、魔除けになるんだよ、叱ってりゃいいんだよ、安いもんでも何でもいいんだから叱ってなっていうことを私流の説明の仕方でしてるんだけど、みんながこう勉強するならそう、本当にその先生たちで勉強した方が本当にいいよって言ってるんですよ。でもちろん私もテープも時々入れるしね、本も書くと思うんだけど、金土のやってることだからね、大したことできないよ。もしそれでもいいんだとしたら私も一生懸命やるけど、本当に、いや、そういう人いるもんだなと思って感心してんの。いや、私講演自分がやるからね、講演することのすごさって分かるんですよ。話変わりますよ。うちのおふくろが教えてくれたことの中でね、これ清川さんも言ってたけど、商売繁盛の秘訣の中で、お前トイレ掃除しなきゃダメだよって言うんです。トイレきれいにしないとお金って入ってこないんだよって言うんですね。で清川さんはもっとうまく教えてるんだよ。だけど私が教わったのはどういうことを教わったかっていうと、
お客さんが来た時、普通の家でも通りすがりでもそうなんだけど、昔ってね、今みたいに公衆便所とか公衆トイレってなかったんですよ。そうすると、アキントの家だとおトイレ貸してとかっていう人に、お客さんがいつおトイレ貸してっていうか分かんないから、その時にどうぞって言えるよぐらいにおトイレをきれいにしとかなきゃいけないよって、必ずおトイレには花飾ったり、そういうふうにしとくものなんだよって、アキントの家はっていうことで、こうやって言うと不思議でも何でもなくなっちゃって、なんかまた不思議な方が話聞いて、トイレ掃除してお金が入ってくるって言うと一生懸命やるんだよね。だけど意味言うと、そうするとまたこの前このトイレを、また私の説明の仕方が悪かったのか分かんないけど、トイレするとお金が入ってくるよって言ったら、店が汚いのにどれだけ掃除してるか店も掃除してトイレも掃除しなきゃダメなんだよってね。だからうっかり教え方が悪くなると、店掃除しないでトイレ掃除してる人がいたり、なんかまあ説明が下手なんだろうけどね。それから商売って今目の前にいるお客さんを大切にするしかないんだよ。お客が5人しかお前来てこなかったら、その5人を大切にすれば、やがてその人がまた来てくれるし、お友達も連れてきてくれるんだよって。そう、お客さんが5人しか来てないのに、たった5人でも来てくれてるんで暇だねって言ったりしちゃダメだよって。でそれから精神論やなんかやるようになった時、結局どんなに素晴らしい精神論が分かったって、今目の前にいる人に愛情を注ぐしかできないんだよね。だから商いも同じだと思ってんの。今目の前にいる人にしか愛情って注げないじゃない。だから笑顔で愛情のある話できたりして、でそれしかできないんだよね。それから私の下手な本読んでくれたり、テープ聞いてくれたり、いろんなことして、極端なこと言うと、宇宙の真理が分かろうがね、また私の本読んで宇宙の真理はきっと分かんないと思うけど、宇宙の真理が分かろうと、例えば幽体離脱が100回できても、結局裸じゃ歩けないんだよね。でご飯だって3回食べなきゃなんないじゃん。まあ2回でもいいんだけど、一応ご飯も食べなきゃならないしね、野宿するわけにもいかないじゃない。そうすると本当にね、お金っているんですよ。だからお金が入ってくるって仕事一生懸命やんなきゃいけないし、ものすごく世の中ってシンプルなんです。だ最近ますます若い時におふくろが俺に教えてくれたことが本当なんだなって。本当にお前しっかり生きないとダメだよ。しっかり働いて、しっかり生きて、税金払うにしろね、社員の給料払うにしろ、今来てるお客さん大事にしなきゃダメなんだよ。そして仕事いっぱいして、お前お金持ちになっても絶対奪っちゃダメだよ。お金持ちになるってのはお金のない人をバカにするためになるんじゃないんだよ。だからそういうことをしちゃいけないよって基本的なことを母から教わって、私は未熟だから基本をずっとやり続けるっていうことは言い続けるね。これ難しいの飽きちゃうんですよ、自分が。ついつい難しい話するって立派に見えるんだよね。だから立派なこと言いたくなっちゃうんだけど、やっぱり基本的なことをきちっと話してるとすごいなって。だから今日みんなに分かってもらいたいのは、ここにいる人はね、頭良さそうだ、そんなこと知ってるよって言われそうな気がするんだけど、今目の前にいる人に愛情を注ぐしかできないんです。もうインド行って悟り開いたって何できるの？ブスッとした顔してるわけにいかないんだから、笑顔しかできないんだよね。で
なんか食べてさ、食べ物にありがとうって言って、すごくこの世の中ってシンプルにできてんだって思ってます。また私は明日から一生懸命商人として働こう。そして合間に下手なテープでも入れますから、聞きたい人だけ聞いてください。それで本当に勉強したいんだとしたら、素晴らしい先生たちいるから、あちらから勉強した方が本当にいいと思ってます。それはもう、自分で自分のことぐらい判断できますからね、せっかくこうやってみんな私の話聞きに集まってくれたのに、他の先生の方がいいよとか言ったら言いづらくて、自分も本当に申し訳ないんだけど、いいものはいいんだからしょうがないんです。私は商人ですから一生懸命働きます。自分のやれるお手伝いはこれからテープを入れてやっていきます。なんか今日はなんかがっかりさせるような話で申し訳ないんですけど、また遊びに来てください。どうもありがとうございます。